はいどうも料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今週の台所革命のテーマの方なんですけども、男爵ポテサラ論、でんぷんを覚醒させる蒸気の魔術ということで、なかなか大層なタイトルにはなってはいるんですけども、こちらね、ポテサラの方をこれからね、ご紹介させていくんですけども、2つのちょっとポテサラを作ります。まず1つは皆さんが一般的にこう作られているレシピを私ちょっといろいろ調べさせていただいて、総合してちょっと平均化させたようなレシピを一つと、あとは私の方が今回ねご紹介するレシピの方と、この2つをね、ご紹介した上で、後半のね会話チャットの方ではちょっと専門的なお話なんかも踏まえて、進めていきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。それじゃあね、早速作り方の方行ってみましょう。では皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。でいきますよ。せーの、ドン。はい、こちら男爵ですね。 1.5kg あって、そのうちね 500g ずつポテサラにしていきます。で、こちらマヨネーズですね、こちらも 100g ずつで計量しておきます。でこちらミックスベジタブル、こちらもね 100g ずつ用意しております。ではまず一般的な作り方、じゃがいもを剥いて一口大にカットします。でそれを鍋に入れて火にかけ、軽くね塩を入れていきます。火加減的にはこんな感じですよね。で串がスッと入ればもうそこで火を止めていただいて、でざるにあげて、で、水気をねしっかり切ったらそこで軽く潰していきます。で、野菜を入れて、で温度がねちょっと下がったところでマヨネーズですね。でここでよく混ぜていきます。今回はね比較検証ですので、ミックスベジタブルで、統一させていただいております。でよく混ぜていただいて、で、ここでね一旦冷やします。で、こういったね05缶に1回入れて、ここでね、ラップをしてしっかり冷やしていきます。で目印としてねこの養生テープ貼らせていただきます。ではこんな感じでねベタラップをして、1回ね冷蔵庫でしっかり冷やします。はい、ではね私の方の作り方です。まず、じゃがいもね皮付きのままで、こうやってね赤道部分にこうぐるっと隠し包丁を入れておきましょう。こんな感じですね。で、鍋にですねこういう器具なんかを使って蒸していきます。で、こんな感じでじゃがいもの方を並べていきます。でこの時に注意してもらいたいのは、こういう風に重ねたりとかですね、上に積み上げるようなことはしないでください。必ずこう一段だけにして、中でですね蒸気がこうやって対流する空間もちゃんと作ってあげてください。これがすごい重要になってきます。で、ここでね、お水もギリギリ、ちゃんとね入れてあげて、で蒸していきます。でこの時はね、弱火でいってあげてください。で、ここから火にかけていきます。だいたい経験則でだいたい40分ぐらいかなとは思うんですけども、一旦ねここは30分で様子を見ます。で、途中ですねちょっと様子を見て差し水はしてあげてください。で今30分経ったところですね。おそらくあと10分だと思いますので、1回ここで様子見ます。で金串を通してみますが、まだね、全然下にまで行きませんので、ここでね、さらに10分入れていきます。はい、ここでね、もう合計40分経ちました。一回ね金串通して火入れ見てみましょう。
もうバッチリですね。もうスッと下までいってますので、ここで火を止めて剥いていきます。で、切れ込みがあるとですね、こうやってつかみやすいっていうのがありまして、で、こうやってね、皮をスッとこう取っていくんですけども、個体差はあるんですけども、運がいいとこうやってペロってね取れますので、こういった剥き方ありますよっていうところで、やってます。で、まず剥き終わりましたら軽くこうやって押してあげてください。ちょっとね、全体に亀裂が入るぐらいで結構です。大きくこうボロッとなるぐらいでいいので、これでまず、蒸気を逃がしてあげます。で、今ですね、これ熱いんですけども、今だいたいこれで70度ぐらいですね。で、今これね 500g で測らせていただきまして、でここで、ミックスベジタブルとマヨネーズを入れるっていうわけではないですね。で、ここでですね、白ワインビネガーの方を軽く振っていきます。本当に少量で大丈夫です。こんな感じですね。で、この時に軽く混ぜてあげてください。で、次に、こちらね、ブレンドオイルですね、こちらも垂らして混ぜていきます。全体にね押すとこう油が行き渡るような感じで混ぜてもらえれば OK です。で、そこで初めてベジタブルとマヨネーズを入れていきます。なぜねこの油とこのお酢を入れたかっていうのは後ほどの会話チャートのところで、専門的にお話しさせていただきます。で、同じようにね混ぜていただいて、で、よく冷めたらまた0号缶に入れて、しっかりね冷蔵庫で冷やすというような流れですね。こんな感じです。ではこちらね詰めましたので冷蔵庫にしっかりね冷やして入れたいと思います。はい、こちら養生テープ貼ってある方ですね。一般的な作り方、ちょっとラップの方にいろいろついてたりするんですけども、私の方は特についてはいないんですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけどね。はい。で、一応見た目はこんな感じです。ほとんどね見た目の差は感じないと思います。ではまず、養生テープの方、こんな感じですよね。若干ねやっぱり水分があるようなこう見た目ではあるんですよね。でもなかなか、こう映像では分かりづらいとは思うんですけども、一応こんな感じですという形でアップでお見せいたします。スプーンの裏側なんかもねしっかりついてますね。で、こちらが私の方、一回ねちょっとスプーン洗いまして、こんな感じで結構ねもうもったりしっかりしてるっていうような感じになりますね。はい。ではさらにね分かりやすく、まず綺麗なちょっとねトレイを用意しまして、こちらにまず水分の多い、方ですね。一般的な作り方の方のものをこうやってちょっとね塗りたくります。で、次に私の方ですね。同じように広げて塗りていきます。こう塗ってる時もちょっともう硬さが違うっていうのはなんとなく分かりますよね。なんかこうで、まず塗りました。で、塗りましたらそれを剥がしていきます。同じねスプーンでこうピッとね剥がしていきます。まず私の方からですね。そうすると結構ねポロッとこう簡単にねくっついて取れるんですね。で、このスプーンを洗いまして、次のもう一つの方やっていきましょう。こちらですね。で、これを取っていきます。やっぱりトレイの方にくっついてくるんですよね。で、見た目ではなかなかちょっとねこの位置からですと分かりづらいですので、ちょっとねマクロレンズの方で見ていきましょう。ではこちら接写レンズの方でいきます。こちら私のレシピの方ですね。もうすでにでんぷんのところがもう乾いてきてるぐらいの勢いですよね。薄くなってるところはもうちょっと乾き始めてるぐらい水分が少ないっていうのが見てわかるかなっていうところなんですよね。こちらが私のレシピの方のものですね。で、一般的な作り方の方、こちらですね。水分がですねこう残ってますので、ちょっと毛羽立ってるのが分かりますかね。ちょっと水分多いっていうのがこうちょっと見て分かっていただけたら嬉しいなとは思うんですけども、すごいこうちょっと微妙な差には感じると思うんですけども、
食べた時にはもうはっきり水っこいっていうのが分かるのがこの差になってきますね。まずこれ視覚的にまず見ていただけたらと思いまして映像に収めさせていただきました。はいどうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。2つのポテサラの違いをご覧いただきました。で、片方はよくあるですね、時短レシピだとか手早くできるポテサラレシピみたいなものをこう総合させていただいて作ったレシピになります。で、もう片方の方が私が普段作っているポテサラのレシピになります。で、大きな違いはもう見てわかる通りのところでこう水っぽさっていうところですよね。で、よくポテサラで作る時の悩みの中でなんかこう水っこくなっちゃうとかなんか芋の味がしないとかあると思うんですよね。で、まずはですねこの水っぽくなってしまうっていう理由のところからまずね簡単に、専門的にお話しさせていただきたいなと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、まずですね水っぽくなっちゃうよっていう理由の大きな原因なんですけどもこう茹で上がったりとか蒸し上がった熱々の時にですねボウルに移してで皮を剥いたものをこうすぐね、力いっぱいこう潰していくっていうような作業になると思うんですけどもそのこと自体がそもそも NG です。はい。で、どういうことかと言いますと、この熱い状態ですね、100度に近い状態のところでこう潰していくとですね、このじゃがいもの中にある細胞膜がどんどん壊れていって、中からアミロースっていう成分が出てきます。で、こいつなんぞやってことなんですけども、まあ海苔の成分になりますね。すごいね粘りのある成分なんですけども、これがどんどん外に出てくることによって、本来蒸発するべき水分を内包していってで、こう逃げる場所がなくなった水分がその、アミロースに包まれた状態になってしまってで、結果的にこう水分を抱えたポテトサラダになってしまうっていうところですね。で、そこにさらにですね熱い状態の時に、野菜を入れたりマヨネーズを入れてしまうとなお水っこくなるっていうところですね。で、これはまあどういうことかというと、まあ当然、熱いところに野菜を入れるわけですから、こう野菜がね、火を入っていって、この水分がじんわり出てくるっていうところとまあ、特にきゅうりなんかは水分持ってますから熱いうちにねこう入れてしまうと当然水分出やすいっていうところもありますよね。で、マヨネーズですよね。ここも熱い時に入れてしまうと単純に分離してしまうので、このね、油染みがこう出てきたりとかこう日が経ってくるとこう油が上に浮いてきたりっていうようなところで、こういう理由があってこの熱いうちにこう、押しつぶすっていうのは実は NG だったりします。じゃあ一体全体どうすりゃいいのっていうところなんですよね。で、私がやったやり方っていうのはまず熱々になっているところに皮を剥いて軽くちょっとね上から押して亀裂を入れましたよね。で、あれ何をやってるかっていうことなんですけども、じゃがいも本体の中にある水分をできるだけ早く外に逃がしてあげるために亀裂を入れてるだけですね。ですのであそこで、力いっぱいこうね、混ぜてるっていうことはしないであくまで亀裂を入れるまでにして、このじゃがいも全体の水分を逃がしてあげることをまず作業としてやっております。で、そこから湯気がこうねだいぶ消えるところに行った時にはもう間違いなく70度以下になってます。で、なんで70度かっていうことなんですけども、この先ほど言ったアミロースっていうものが、こう活性化する温度っていうのが70度以上になってきますので、そこでですねその70度以下になったところで、初めて、じゃあ次の作業に行くっていうようなところで、一つのね目安として湯気がだいぶなくなったらっていうところの見方で OK です。はい。で、次にですね、お酢と油入れてきましたよね。あれなんでなんだろうなっていうところですよね。で、単純にですね、お酢入れるのは味付けのためっていうわけではないですね。で、これ何をしているかっていうと、70度以下になったから、アミロースの粘りは出なくなりましたよね。
でもですね、まだ油断できないんですね、このポテトサラダっていうのは。っていうのが、このお酢を入れてあげることで、またこの中にあるですね、食物繊維のペクチンっていうものがあります。で、これを安定化させる役割がありますね。で、このペクチンも、要はその凝固させる役割があったりとかするんですけども、それをですね、安定化させるために、少しのお酢を入れてあげて、まず安定化させていきます。で、じゃあ油入れるのはなんでかっていうことなんですよね。で、ここはお好みでバターでも OK ですし、オリーブオイルでも OK ですし、ブレンドオイルでも OK かなと思ってるんですけども、そのオイルを入れてあげることで、でんぷんをまず、油でコーティングしてあげます。はい。で、そのコーティングしてあげることで、でんぷんのこの劣化を防いでいって、ホクホク感を維持させるっていうような役割があります。ですので、まずお酢、油の順番で入れていって、で、具材を入れて、マヨネーズを入れて、最終的に仕上げるっていうような流れですね。はい。ここがですね、なんで、こういう工程を踏んでいるのかっていうところにはなるんですけども、実はですね、フランス料理の中でも、この、じゃがいものエクラセっていう、付け合わせ料理があるんですが、まさに同じ工程踏んでます。はい。で、これもですね、軽く潰して、まず中の蒸気を逃がして、で、そこで、オリーブオイルだったり、中にはね、マスタード入れたり、お酢を加えたりとか、人によってね、いろいろあるんですけども、基本的にこのオイルを入れたりとかっていうところは、そういった理由がありますね。はい。じゃあ次ですね、茹でることと蒸すことの違い、今回のね、でんぷんの覚醒、蒸気の魔術、ここが本丸なんですけども、ここはですね、ちょっと長くなりますので、まずね、最後までお付き合いいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まずですね、茹でるっていうことなんですけども、なぜ私は茹でるっていうことを避けるかっていうことなんですが、今回ね、やったレシピはもうすでに皮を剥いてしまって、茹でているので、当然中からですね、でんぷんだったりとか、カリウムだったりだとか、風味だとかですね、そういったものがどんどんね、逃げて、お湯の方に溶け出してしまうっていうところですよね。ですので、じゃがいも自体もぼやけた味になってしまいますし、あまり良いことがないっていうのが、この茹でるっていう方向なんですよね。いやいや、ちょっと待ってよっていう話で、いや、俺は皮付きでやってるけどねっていう話になってくると思うんですよね。で、皮付きの方だったらなお OK っていうことなんですが、それでも私は皮付きでも茹でることはしません。はい。で、この茹でるっていうことは水を媒体にしてますから、当然、温度が上がることによってどんどん火が入っていくっていうイメージがありますので、当然中に火が入っていくまである程度ね、比例的に入っていくっていうようなイメージになっていくと思うんですけども、この蒸すっていうことは実は火の入り方が茹でるとは全く違うんですね。はい。じゃあ、一体何が起きているかっていうところの専門的なお話をさせていただきます。はい。はい。で、このね、蒸すっていう工程なんですけども、まず、お湯からですね、100度以上になった時に初めて気体に変わるわけですよね。ここら辺はよく知ってると思うんですけども、では、その気体になった水蒸気が、その水蒸気より温度の低いじゃがいもの表面に当たった時に何が起きるかっていうことなんですけども、当然、いや、そんなの水滴に変わっていくだけじゃん。なんですよね。はい。もう間違いなく正解なんですよ。で、その水蒸気からこの水滴に変わっていく間、このことを、その変化の時間をですね、選熱っていう専門用語があります。これ、別名ですね、凝縮熱っていう言い方になるんですけども、なんぞやそれ聞いたことねえよみたいなね、お話になってくると思うんですけども、この凝縮熱って何ですかということなんですが、この凝縮熱が起きている最中、このじゃがいもの表面で何が起きているかっていうと、約ですね、500キロ、確か540キロカロリーぐらいですかね、確か。はい。違ってたらすいません。540キロカロリーぐらいのエネルギーがそこで発生してるんですね。その、水蒸気から水滴に変わるっていうだけですね。
これは、水で茹でるっていう時には絶対に起こり得ない物理現象なんですよね。で、その水滴に変わっていくことで、この540キロ近くのカロリーが消費、発生してるわけですから、このじゃがいもの表面で何が起きるかっていうと、まず表面がギュッとこうね、イメージ的にこう締まっていくわけですから、中からでんぷんだったりとかカリウムだったりとか風味だったりというのが逃げなくなってくるんですね。ですので外に出ることなく内包されていくっていうようなイメージなんですよね。でこの時に当然、500キロ、500倍近いですね、パワーがそこに発生してるわけですから、イメージ的には、じゃがいもの表面に、500キロカロリーのパワーがハンマーがですねガンガンこう芋の内部に、熱がどんどんいくようなイメージになっていくんですよね。でそうなっていくと中でですね、どんどんこう火が入っていきますので、それが全体的に、こう対流鍋の中で対流していく中で、凄まじい量のですね水蒸気がそのじゃがいもの表面に当たっていくことで、中にですね、こうでんぷんがどんどんアルファ化していくっていうようなところになってくるんですよね。で、それによって、こうホクホクっと仕上がるっていうのはこの蒸した時の一番の利点でもあります。鮮熱だとか、凝縮熱って言われてなかなかねピンとこないかなとは思うんですけども、分かりやすい例として、お湯がね、ちょっとね肌に当たった時にわー熱っってなることあると思うんですよね。で逆にですねやかんとかですね、コンベクションオーブンを開けた時に不意にね、蒸気に当たってしまった時とか皆さんあると思うんですよね。特に現場の方とかね、その時うわ熱っってえらい声を上げたことあると思うんですけども、まさにそれが今自分の肌に当たった水蒸気が肌でですね、凝縮熱っていうものが発生して、肌がね真っ赤になったっていう、経験あるんじゃないですかね。それぐらいですね、火の入りは凄まじいですよっていうところで、分かりやすい例としてちょっとお話をさせていただきました。実はこの茹でる同じ芋をサイズを茹でるっていう時に、茹でるのと蒸すのって大体同じ時間なんですよ。同じ時間なんですけども差があるっていうことなんですよね。で、茹でる時に、やっぱり弱点としては溶脱っていうこの専門用語になってくるんですけども、当然ね、中からでんぷんだったりだとか香りだったりとかその他成分がやっぱりこの水に溶け出すっていうこの溶脱っていうところがかなり、やっぱり仕上がりに差が出てしまうっていうところなんですよね。でここまででなんとなくね、この蒸すっていうことと茹でるっていうことの差っていうのは非常に分かりやすくなったかなとは思ってはいるんですけども、じゃあ実際問題どうなの、結果的に官能的な部分ではどうなのかっていう話なんですけども、茹でたものと蒸したものでは全く芋の香りが違います。はい、ここがでかいですね。で当然ホクホク感も違うっていうのはあるんですけども、芋の持ってる風味がもう当然、凝縮熱で当たると中で内包されるので、その風味が中で閉じ込められちゃうんですよね。ですので、この芋の持ってる香りを持ったままで、火が入るっていうところがこの蒸すっていうところの素晴らしいところです。ですので、実はですね私じゃがいもに関しては全て蒸すっていう工程にしてます。はい、それこそ芋のピューレなんかはすごい顕著に現れてまして、芋のピューレする時も私は必ず蒸してます。で蒸して、この芋のピューレ、でバターと牛乳とってなってくると思うんですけども、よくね皆さん他の動画なんかでも飲める芋ピューレとかこれは飲み物ですとかすごいねいろんなキャッチフレーズがある中ピューレっていうのはあると思うんですけども、確かに、あれはうまいとは思うんですよ。ただ芋の味はしないんですよね。茹でちゃうと芋の味がバターに負けちゃうんですよ。ですけどもそのバターの味、風味に勝つには蒸すしかないんですよね。で蒸してあげるとバターにも負けない芋の力強さっていうものを表現することができます。ですので私は芋のピューレやるときはバターは 40% まで、それ以上の水分は牛乳で補うっていうようなやり方をしたりしてますね。はい。ですので、茹でると蒸す、そこには凝縮熱っていうロジックがありますよっていうところでご説明させていただきました。
はい、ここまでね、専門的なお話をさせていただきましたけども、ちょっとここでね、まとめていきたいなと思います。はい。まず、芋はですね、蒸したら、皮を剥いて、軽くね、押して亀裂を上げて、その芋の中にあるね、水分をまず逃がしてあげる。ここですね。で、次に、お酢、油の順番で入れて、よく混ぜ合わせてから、こう具材とマヨネーズを入れてあげる。ここですね。これを守っていただければ、基本的に、美味しいね、芋の味がしっかりする、もうこうべちゃつかない、このポテサラができますので、ぜひぜひね、お試しいただければなと思っております。はい。でね、ちょうどね、これから新しい生活を始めようとか、料理を始めようっていう方もたくさんいらっしゃる時期でもあります。もちろんね、新じゃがの時期でもありますので、もう作る機会は多いんじゃないかなと思いまして、今回このね、ポテトサラダ丼をこうね、作らせていただきました。皆さんね、具材どんなものを入れますか？私はもうね、定番で、きゅうり、玉ねぎ、ハム、ここら辺は外せないですし、やっぱりゆで卵も入れたいですよね。皆さんやっぱりこだわりの材料あったりしますかね？ぜひぜひコメント欄で教えてください。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。